今回はですね、このトラックの傾きについて検証したいと思います。この間タクトと話しててね、このトラックがなんか歪んでるんですよ、曲がってるんですよみたいな話してて、で実際こうやって板を飛ばした時に板がこう曲がってっちゃう症状が出てたんで、それなんでなんかねっていう話を突き詰めたところ、原因が分かったんで皆さんに共有したいと思います。でそれ実際動画作ってインスタグラムとか TikTok 上げたら結構反響があったんで、実際ちょっともうちょっと詳しく説明していこうかなと思います。じゃあまずはこの曲がっちゃってる状態、この状態でいきますよ。板飛ばすとこういうふうに曲がっていっちゃう症状、多分心当たりある人結構いると思うんですけど、僕もこれブッシュがなんか曲がってるんかなと思ってたんで、こうやってブッシュを平らにすればまっすぐになるんじゃないかなと思ってやったんですけど、実際それでも曲がっちゃうんですよ。タクトと話し合った結果、これトラック自体の取り付けがもう曲がっちゃってるんじゃないかなってことで、これ見てもらうと分かるんですけど、要するにこういうふうにトラック自体がもう最初から曲がってついちゃってるんじゃないかなみたいな、それをまっすぐにしてあげればまっすぐ行くんじゃねっていう話なんですけど、補正するんでよーく見てくださいね。今若干こうに曲がってるんで、それを直しますよ。わかるかな。ぐっと今曲がったんですけど、あとこの後ろも今こっち側に曲がってるかな。それを逆に動いた。逆にここにコリって動いたら分かります。この若干本当に1ミリぐらいのズレで結構変わってくるんだなってことが分かって、これをやるだけで見てくださいね。板がなんなら逆いきますなんなら逆行くぐらい曲がっちゃって、もうちょっと戻しますね。じゃあこれぐらいかな。これぐらいに多分ちょうどいいと思います。いきますよ。はい、行きました。これはまっすぐの状態ですね。なのでこの状態だったら板曲がらずに使えるんだなってことが分かりました。じゃあなんでこれ曲がっちゃうのっていう話ですよね。使ってる間にまた曲がっちゃうんじゃないのって思いますよね。なんでこうなっちゃうのか分かったので皆さんにお伝えします。実際これ曲がった状態で、例えばめちゃめちゃトラックが曲がってる状態でランニングプッシュとかしようとすると、板がこっち行っちゃって自分だけこっち行っちゃうんで、すごく乗りづらいっていうことが分かったんで、よくナイジャとかもやってますね。こうやってトラックを修正してるんだなっていうんで、こうやって踏んでよくやってますよね。これでこうやって修正して乗ったりしてるんだなっていうことが分かったんですけど、じゃあなんでかっていうところちょっと中見てみましょう。そしたらちょっと後ろの方が歪みがひどいんで、ちょっと後ろ外してみてみます。これじゃねいきますよ。トラックを外しますね。これを外せば原因が分かるんでいきますよ。これちょっと僕のだとそこまで、でもこっち側がそうだね。ここ見ると分かると思うんですけど、要はネジが緩んだ状態で使ってこうやってガタガタしてると、こういうふうにビスの穴が広がっちゃって、結局正確な位置で止められないようになっちゃうんですね。このスケートボードの穴自体はそこまで変わらないけど、でもすごい穴が掘れちゃってるよね。後分ずれてるってことですね。なのでこのトラックの穴が広がっちゃった状態で使ってると、さっきみたいな歪んだ状況っていうのかな、トラックが曲がって走ってっちゃうっていうことになるので、そうなったらトラックを変えるのが一番いいのかなって思います。それから本当にもう正確な位置でしっかり止めるようにするしかないのかなと思います。動画上げたら結局スラッピーやってる人とかはこれなりやすいよっていうコメントとかもあって、要はスラッピーってこうドンって突っ込むからトラックに衝撃が結構当たるから、それで結構トラックがねじれて穴がこうやって広がっていっちゃうんだっていう話もあったから、確かにそうだ、俺もスラッピーめっちゃやってたしなって心当たりがあって、ただこれテール側だもんね。これはテール側のテールスライドを打つからかな、そういうのでこういう風に歪んじゃうかもしれないね。これあとプリモとかで動く
プリモで要は横の動きがガンって入っちゃうと多分ちょっと試しにじゃあ前の方も外してみるか。ノーズ側のトラックもちょっと確認してみますね。はい、いきます。じゃん。やっぱめっちゃ広がってんね。困ってるねみたいな。わかるかな、見えるかな。こっちがまあピント合ってる。合ってます。今ね、僕もトラック育ててていい感じで育ってきたなと思っても、この穴もいい感じで育っちゃってるんでこれどうしようかなってちょっと考えてるんですけど、これを直す方法ってなかなかないと思うからちょっと難しいかなと思うんだけど、これを直せる方法を知ってる人がいたらぜひ教えてもらいたいけど、これはもうトラック変えるのが一番いいのかなって思ってます。あとは気にしないで使うこっちもね、穴はやっぱりデッキの穴が広がってるわけじゃないんだけど、やっぱりずれて周りが掘られちゃってる部分があるね。これがそのデッキが曲がる原因の一つということが判明したので皆さんにお伝えしました。何か他にも意見とかあったらぜひコメントとかで教えてください。ではニューデッキに変えていきましょう。ニューデッキ変えたいと思いますあとタクトのさデッキをさ、ひどい方ちょっと見せてよ。タクトのデッキの方が実はガタつきがひどくて、それちょっとこれマジやばいっすよ。マジでやばい。タクトの板もガタガタしてて、それでそういう話になったんだもんね。結構これ外すの面倒だけど、今回はねみんなに見てもらうためにいきますよ。はい、お願いします。タン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 ガッバガバ貫通しちゃいそうなぐらいじゃんこれ。なんならこっち側もへこんでるっすからね、締めすぎちゃって。本当だね。ということで、こういう症状が出てる人はトラックの穴が広がってるということが原因になってるっぽいんで、自分のトラック見つめ直してみてください。実際こうやってトラックつけたとしても、そうね、こうやって横に動いてこれぐらい塗装が剥がれてるのが分かると思うんですけど、それぐらいこうガタつきが出ちゃうってことですね。こりゃ曲がるわこりゃ曲がるわなそうだな、若干後ろ曲がってるもんね。曲がってるっす。いいよ。動いたね今ので。はい、こうなる前にしっかりビスを締めましょうということで。ビスを締めましょう。だから緩んでたらなるべくその時点ですぐに締めるっていうのがいいんだなっていうことをこれで改めて分かりました。でもなんか使ってると勝手に緩んでくる。そうだな、勝手に緩んできちゃうから、気にする人はしっかり常にメンテナンスした方がいいかなっていう感じです。あとはちょっと穴埋められる方法とか、こういう方法がいいですよみたいなのがあれば、また分かればみんなに共有したいと思います。はい、ではまた